タイ公園の話をしてあげましょう。台北公園の話をしてあげますよ。もう私はね、まず、飛行機にありがたいことにビジネスクラスだったんで、あらということでビジネスクラスで、もうビジネスクラスはもう、ウィーンって倒して、フラットにして寝ることができる。そう、だから私は体が痛くないんです。残念だったなということで、私はもう体が痛くないまま、7時間のフライト、6時間とか7時間のフライトをね、やることになり、で、スピーって寝ようとしたら、すいません、お食事はいかがなさいますかって言われて、ちょっと眠いけど、食べますって言って、でもちょっと眠いから、和食と洋食どっちにしますかって聞かれた時に、洋食でって答えちゃって、せっかくなんかアジアに1週間ぐらい、他の国に1週間ぐらい行くんだったら和食にしときゃよかったって言って、くそーってなって、やばいどうしよう、せっかくだったらなんか味噌の味でもなんか醤油の味でも食べておきたかったかな、なんかお魚とか食べておけばよかったかなって思って、どうしようって思ってたんだけど、もう出されたハンバーグがうまいところ、美味しい。ハッシュポテトじゃない、なんかマッシュポテトみたいなので、美味しい、むしゃって食べて、このパンもなんかわかんないけど、美味しいって食べて、もう美味しいってなって、もう、甘い人参をむしゃ、美味しいってなって、で、お腹いっぱいになって、で、もう一回寝た。もう一回寝て。私せっかく iPad を持ってきて、なんか iPad でなんか小さな作曲でもしようかなとかって思ったりしてたのに、で、映画とかもいっぱいダウンロードしていたのに、私は寝て、起きたら、タイにね、行ってました。もう残りあと15分ぐらいですって言われて、到着まであと15分ですかって言って。外でも見るかって言って、外を見たらさ、もう、見る景色全部違うのね。あれ。意外と街並みとかも全部やっぱ違くって、もう遠くから下から見下ろしても、もう、一目で、ここは外国だと。知らない文字、知らない建物、知らない車、知らない道路、知らない交差点、なんだここはってなって、もうこれぞ異国というか、意外と緊張するかと思ったらもうドキドキしてきちゃって、どうしようってなって、私もドキドキしたもんだから、無駄に同じような景色の同じような動画を10本ぐらい撮っちゃって、別に何に使うわけでもないのに、なんか10本ぐらいなんかズームアップ、ズームアウト、ズームイン、ズームアウトみたいなのいっぱい撮っちゃって、なんか興奮しちゃって。で、興奮してたら、間もなく、バンコクに到着しますってアナウンスが来たぞって思って、東京とバンコクのただいまの時差は2時間です。間もなくあと10分ほどで、到着いたしますみたいな。ちょっと、ぶちかますぜイエーみたいな感じ。だってぶちかますぜみたいな感じで。そして、バンコクの気温はただいま34度ってなって、私今長袖ですけど大丈夫ですかって思って、そこでちょっと緊張して、さっきまで日本ダウンとか着てましたよねって。私大丈夫ですかって。ってなったら、はい、到着でーすってなって、いよいよ到着したぞーってなって、着陸して、で、CA さんにありがとうございますって言って、で、空港に降り立ったらさ、もうね、メインの字が全部タイ語で、知らないってなって。で、まだ空港だからそんなにタイ感はなかったのよ。そんなタイ感はね、なかったんだけど、なんかちょっと、なんか人の感じも違うし、なんか免税店らしきものも全部なんかタイでエスニックな感じで全然違うしって。どうしようと思って。まだちょっとタイ感はないけど楽しみだなと思って。で、荷物検査だの、あと、顔じゃない。そうだ。荷物検査、手持ちの荷物検査をした後に、じゃあ、スーツケースを取りましょうってなったの。よし、でも私は心配だったのね。ちょっとロストバゲージってものがあるじゃない？やっぱ荷物がどっか行っちゃいましたとか、海外はやっぱ
どっか行きやすいよっていう話を聞いていたから、私はエアタグを4個も買って、エアタグをスーツケースと財布と、あと自分のカバンと、あと1個どっか忘れちゃったけど、どっかに入れて、持ち歩いてたの。で、エアタグちゃんを見るには、うちのスーツケースちゃんはちゃんとタイにいますよって報告されてたから、あ、よかった、安心だね、と思って。じゃあ、うちの子はいつ来るのかしらって思って、ゴールを待つお母さんみたいな気持ちになって、で、ウキウキワクワクしていたの。あれかなと思って。そう、皆さんにも話しました。スーツケース屋さんに行ったのに、在庫がなくてオンラインショップで買わされた、そのスーツケースがやってきたんです。私の水色のスーツケースが。うちの水色のスーツケースちゃんがやってきたわーと思って、ようこそようこそお越しくださいましたって、どっこいしょって持ち上げたら、壊れていたんです。壊れていたんです。とってのぶちかまされ、ぶちかまし、ふざけんじゃねえぞって言って、うわーって、そういうぶちかましじゃねえぞってなって、取っ手の部分が、運ぶ方じゃない、なんか、よいしょって持つ方の、運ぶ方の、なんか、持ち手の部分が壊れてたんです。これが、海外。しかもちょっと汚れてるし、黒色で。なんか擦られた跡が、あんなに最初ピカピカで綺麗だったのに、なんか黒い擦られた跡で大量になってて。初日ですよ。私初めてこの子を外に出したのに、せっかく、かわいそう。せっかくの外でこんなに嫌な思いをされて、ボコボコにされちゃって、ボコボコになんか悪い人たちにさ、ボコボコにされて、かわいそうかわいそうってなって、うちのスーツケース壊れて、かわいそうかわいそうかわいそうってなってて。そしたら、同行してたスタッフさんも、私のスーツケースも破れてましたで、私のスーツケースの、スーツケースカバーも破れてましたって言われて、かわいそうってなって、面白い。面白いねやってないややってやるじゃねえかおいそっちがその気ならこっちもこの気だぞやってやろうじゃねえかクソ許せねえからなって言って私たちはもう、本当にかわいそう私たちの声優がこんなに、うちの大事な子がこんなに嫌な思いをしてって言って、その子たちを、ちょっと、って、せっかくついたのにってちょっとテンションが下がりながら、ずるって持ってって、でも取っ手の部分がパカってなってってんの、パカじゃねえよって思いながら、クソって思いながら、かわいそうって言って、今度は、出国審査みたいな、出国のパスポートの見るところ、入国審査だ、そうだ、入国審査をすることになったの。まあ、ここ通んないとタイ始まりませんよねってなったから、ね、もうまだタイにも入ってないみたいなもんですからね、タイの通過点みたいなとこですから、いよいよやっぱタイに入るよってことで、やっぱ初めての海外で言葉がやっぱ日本語ではないというお相手の方というのはとても緊張するわけですよ。まあでも、結構優しくて、軽い英語と、基本的にはジェスチャーでね、やってくれて。はい、カマンって言われて、はいって言って、サワディーカーって言って、サワディーカーって、サワディーカーとコップンカーしか知らないんだけど、サワディーカーって言って、パスポートのビザの部分を見せて、って言われて、指紋ねって言って、まず人差し指を、ピーって、次親指ね、ピーって、このカメラ見てって、メガネ外してって、OK, let's go. いいっすかなんかもっと問わなくていいっすか私のこと。いいっすかなんか危ないもの持ってるかもしれないですよ、私。いいっすかみたいな。私のこと知りたくないもうちょっとみたいな。なんでここに来たのか知りたくないなんでタイのビザを取ったのか知りたくない君はって思ったんだけど。OK. うわー、通れたということで、無事にタイに通れたということでね。だから講演もしたんですけどって話なんだけど、ね。さあ、いよいよタイが始まるぞってなってね。さあ、外に出るぞ。ガチャ暑い34度ですからね。日本はね、だって雪が降る前日とかでしたよ。もうとてつもなく暑くて。もう長袖全部脱いだよ。本当に。よかったって。ライブの前日だね。よかった。ヒートテック着てこなくてよかったって思って。もう暑い言ってるから、じゃあ早く車に乗りましょう。